はい、どうもこんです。ということで、今回はこちらのモノグリーンエルドラーズトロンを紹介したいと思います。今回は久々にモダンの紹介なのですが、モダンホライゾン3が発売されて以降、モダン環境で急激に増えつつあるデッキの一つがエルドラーズトロンになっています。こちらのリストは6月18日の MO チャレンジにおいて、7勝2敗でトップ4に入賞していたものですね。エルドラーズトロンが強化された一番のポイントは、やはりウギンの迷宮になっていて、エルドラーズの寺院とともにウルザを除いた2マナランドが2種類に増えたことで、ウルザが揃わない場合でもかなりマナが伸ばしやすくなりました。さらに撒き散らす禁止生物の登場も大きく、4マナで3を出しながら好きな土地を持ってくることができ、さらに6マナでキャストした場合はおまけで土地破壊もついてくるので、デッキの安定感を高める1枚になっていますね。禁止生物は土地をアンタップインすることもできるので、トロンを揃えながら3マナ追加で加速させることもでき、使っていてかなり使い勝手がいいカードだなと思いました。運命を貪る者は、ウギンの迷宮用の7マナカウントかつ、初手にあった場合のデッキトップ操作、キャスト誘発での追放除など、こちらもエルドラーズトロンの必須パーツとなっていきそうですね。また、コジデックの命令もかなり強力なインスタントで、マナ加速やドロー、除去や墓地対策など、これ1枚で様々な使い方ができるのが、使っていてかなり楽しかったです。エルドラーズトロンはモダンホライゾン3が出る前まではそこまで勢力はなかったのですが、久々の強化ということで、以前から使っている方はかなり嬉しい状況ですね。はい。ということで今回は MO リーグで収録していますので、どんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手。2マナランド2種類あって、まあ一応マップがあって、まあ指輪もあるということで、キープしていきましょう。さあということで、とりあえずまあマップから、出していくんですが、これどの土地を一番先に置いていくか、結構悩ましい気はしますね。トップの難題の預言者、ドローとかだったら、まあエルラーズの寺院から入るのが丸いんですが、まあマップがあるため、3ターン目にトロンが揃う確率もあって、まあ、エルドラーズトロンを、まあ普段回してる人が、どれから入るのかは、結構気になりますね。さあ、ただここで、まずは思考囲い。まあ指輪を抜いていきそうかなと。指輪を抜かれるとこっちの、まあアクションが結構ねきつくなっていくので、まあこっち目線だと、指輪ですが、はい、まあこれは指輪を抜いていくと。さて、お、いいの引きましたね。禁止生物を引いたのであれば、まあ森を持ってくるっていうのも全然、一つの選択肢にはなっていきますね。まあとりあえず寺院をここは置いていきそうかなと。まあ結局、禁止生物からね、好きな土地は持ってくれるということで、さあ、相手は、まあおそらくグリクシスシャドウっぽいですね。まあデルタも入ってますし、さあミシュラのガラクタから、ワカオフェッチランド。うん、まあ、おそらくグリクシスデスシャドウでしょう。さあ、湿った墓をショックインしていく。おっと。からの、シャドウを出していくと。まあ、現状11ですね。まあ、次のターン、禁止生物いくか。まあ、もしくは、除去を打っていくか。なんですが、まあ、とりあえず、森を持ってきましょう。さて、森から、まあ、ドローで何が引けるかですね。さあ、アップキープに、ガラクタを起動してくる。まあ、こちらのデッキトップをね、見ることができるカードですね。さあ、トップは貪るもの。うん。ここ結構悩ましいですね。このターン出せるのが5マナ。で、次のターン6マナ出せるんで、禁止生物は6マナでキャストしたいっていう感じもある。で、デスシャドウが生き残ってると、まあカウンターとかですぐ死ぬ可能性もあるため、まあ一旦コジレックの命令、打っていくのも全然ありじゃないかなと。ということで、X3 で打っていきましょう。まあ除去モードと、あとスクライドローでいいかな。うん。さあ、ということで、はい。タワーとプラント。
であればタワーだけもらって、で、禁止生物で、プラントは持ってこれるので、まあ、塔だけでいいかな。さあ、で、シャドウを除去りながら、ウルザの塔をもらっていく。まあ、かなり、いい流れではありますね。さあ、相手は、まあ、とりあえず、怒りの倍回差で3点アタックをしてくる。さあ、ただ相手、ハンドがまだ5枚、4枚。で、ガラクタ。情報は、トップに置いてくると。さて、はい。こっちの、まあ、トップを見ていくと。さて、何を見られているか。難題の予見者。まあ、ただこのターンは、一旦、撒き散らす、禁止生物ですね。さあ、6マナでキャスト。土地は4枚なんですが、すでに6マナを支払うことができると。で、キッカーで、唱えた時に、相手の土地をね、追放することができますね。まあ、青マナを潰していきましょう。まあ、禁止生物の強いところはやはりカウンターに強いっていうのがいいですね。まあ、グリクスシャドウみたいなデッキに対しては、キャスト誘発でいろいろとね、仕事をしてくれるので。さあ、青黒ランドを追放しまして、で、さらに、まあ、ランパンでトロンを、揃えに行くことができますね。ということで、プラントを持ってきましょう。で、これアンタップインなのもね、かなりでかいですよね。まあ、このターンはね、そんなに意味はなかったんですが、結構アンタップインからそのまま追加で3マナが、使えたりっていうことも、まあ割とね、ありますね。さあ相手は、多くの弓使い。まあ1点を、プレイヤーに飛ばしていくと。まあ流れ的には、全然悪くはないのではないかなと。まあ怒りの媒介者は飛行のため、とりあえずね、3点は毎ターン通っていくんですが、で、ウギンの迷宮に、刻印しているすべて落ちりには、まあ後でね、回収することもできますね。さあ、ショックイン。からの囲い。これは、まあ、貪るものが抜かれるので、いや、これちょっときついですね。貪るものは出したかったカードですが、まあ、さすがに、抜かれていきますね。これでまあ、こっちは、でかいスペルを、まあ、トップから引いていく必要があるので、ここからは、まあ、トップ勝負になっていきますね。さあ、媒介者で3点食らっていく。残り13。まあ、相手のライフの方がね、削れてはいるんですが、まあ、相手はそういうデッキのため。さあ、ただここも土地。まあ、一旦予見者出していくんですが、相手の反動を、確認していきましょう。あ、ドレスダウン、はい。まあ、クリーチャーの能力がなくなるので、予見者の能力もなくなっていきますね。さて。まあ、ただの44マリナと。まあ、ただ、相手、ライフかなり少ないんで、禁止生物は殴っていきますか。相手はおそらく、チャンプするしかないんじゃないかなと。まあ、3点、4点で、勝てる状況なので、まあ、さすがにチャンプですね。あとは、まあ、トップ次第ですね。こっちとしては。まあ、相手ハンデスがあるんで、多分、まだ回収はしない方がいいですね。まあ、7マナ以上のカードが、割とね、大量に入ってるデッキのため、まあ、デッキトップはおそらくこっちの方が強いデッキではあるんですが、まあ、あとはカーンとかでもいいですね。カーンか、7マナ以上の生物が、まあ、とりあえず欲しいところではあるかなと。さて、飛行で3点アタック。残り10点。で、相手は、まだハンドが2枚ある状況ですね。まあ、ショックインから、構えてたんで、何かしらの、
まあそれこそさっきの、ドレスダウンみたいなカードを持ってる可能性は割と高いかなと。まあここはフルパンしていきましょう。さあ、7点アタック。まあここも、ジャンプしてくるでしょう。まあただこの盤面だと、預言者は、まあ稲妻で死んでいくので、稲妻を持たれてたら、ワンドローされてしまう形にはなりますね。さあ、終了ステップに稲妻を打ってくる。スクライトップ。なるほど。トップに置かれてるので、これは、この状況で引いてくるっていうことは、結構強いカードを引いてそうですが、さあ、ここはフェッチからのタップイン。何を上に置いてきたか、かなり気になりますね。さあ、こっちは、まあ一応隠してる、すべてを塵に、だけはあるという状況ではありますが、さあ、残り7点。さあ、相棒回収か。さあ、そしてようやく、でかいのが来ましたね。まあ、とりあえず殴っていきましょう。殴って、まあ、これが除去られたとしても、まあ、ウラモグが出せるということで、さあ、除去は持ってそう。はい。さあ、水難で、三々を除去っていくんですが、返しに、ウラモグが出てくると。まあ、一応、媒介者も除去理想ではありますね。媒介者と、青絡みの土地ですね。さあ、ウラモグキャスト誘発で、2枚の、パーマネントを追放していく。さあ、これで相手は、まあ、ウラモグを倒さないといけなくなったんですが、まあ、ウラモグは、破壊不能があるため、グリクシスだとおそらくかなりきついんじゃないかなと。はい。さあ、回答を何かしら探しに行きますが、さすがにここで投了と。オーケー。サイド行きましょう。まあ、基本的に、トロンのサイドボードは寛容に作られているので、まあ、そのままでいいっていうのが、まあ、このカーンが入った、トロンのリストの、まあ、利点ではありますね。ただ、今はストームがね、かなり増えてるので、まあ、ストームに当たった時用に、この3なる砲球はね、2枚サイドに捉えてますね。おそらく後手、まあ、対ストームの後手だと、3なる砲球は、もうメインに入れていくんじゃないかなと。まあ、ただ今回は、相手がグリクシサドのため、まあそのままで OK じゃないかなと。さあ、1歩目勝って2試合目。これは、ちょっと序盤の動き弱いですが、まあ一応マナ加速して、3ターン目に何かしらの4マナアクションをしていくことができるので、まあキープしてみますか。まあ相手がね、そんなに速くないデッキなので、まあ多分、相手がストームとかだったら、これは結構厳しいハンドですね。さあ、まずは媒介者を出してくる。からの、ガラクタ。さあ、情報は、土地を落としていく。で、まあ、ここは、はい、即起動ですね。さて。まあ、一旦目囲いよりは、全然 OK ですが、まあ、相手は、割といい動きですね。リング、なるほど。さあ、こちらは、まあ、一旦目は土地を置いていくしかない、状況ですね。まあ、基本的に、一番のアクションがマップしかないので、まあ、一旦目は、まあ、マップがあればラッキーっていう程度ですね。さあ、まずは媒介者で1点。さて。ただ、こっちも、いいですね。さあ、土地を引いてくる。まあ、カウンターされる可能性も全然ありますが、とりあえず、マナファクトを出していきましょう。まあ、一応、取っていく。はい。さあ、これで一応、次のターン、4マナアクションができるので、
まあ、例によって預見者から行きそうな気もしますが、まあ、ただ相手が構えてくるのであれば、禁止生物から行きそうですね。まあ、やはり禁止生物は、キャストいうはずなのが、まあ、こういうデッキに対しては、結構強いかなと。さあ、媒介者で1点を入れていく。まあ、ショックイン。ショックインで構えてくる。なるほど。はい。まあ、構えてこられてるので、これは禁止生物いきましょう。まあ、2枚目が引けたのが結構大きいですね。さあ、まずは4マナでキャスト。からの乱パンなんですが、これ結構悩ましいな。4、5、6、7。さすがに、ウルザでいいか。まあ、基本的に、したい行動が7マナか10マナかなんで、まあ、エルドラージュの寺院よりも、ここは、ウルザですね。で、これで次のターン7マナあるので、次のターンは、禁止生物をキッカー込みでキャストですね。キッカー込みでキャストして、キャストしながら、ウルザ成立ですね。さあ、相手構えてきてたんですが、まあ、キャスト誘発のため、これは消すことができないと。うん。まあ、何かしら相手が持ってることは、確定ではありますね。さあ、ここは除去を、落としていく。さて、土地置いて、まあ、ここも構えてくるでしょう。まあ、構えてくるんですが、2体目の禁止生物が待ち構えていると。さあ、残り15点。お、さあ、ここはもう土地を切ってくる。からのショックイン。うん。お、ただデスシャドウをここ出す。なるほど。出してくるか。なるほど。で、さらにウルザを引く。この場合は、6マナキャスト ?5、6。6マナキャストしながら、タワーが残せて、で、6マナキャストで土地持ってきて、5マナ出せるのか。うん。まあ、相手1マナだけなので、ここは、攻めていきましょう。さあ、キッカー込みで、6マナで、キャスト。で、相手の、青赤土地を、とりあえず、追放していく。赤マナ。稲妻かなこれは。まあ、33が除去られるだけなので、OK でしょう。そしてプラントを持ってきて、5マナある状況ですね。いや、アンタップインなのがね、本当にかなり強いですね。で、一旦、第2メインフェーズに飛ばして、で、予見者ですね、これは。さあ、ここは稲妻を禁止生物に打ち込んでいく。うん。さあ、ということで、まあ、予見者か指輪かなんですが、一旦相手の反動を確認していきたいですね。さあ、予見者をキャストしていく。さあ、手札を見ていきましょう。除去、針。デスシャドウを媒介者。針はまあどうでもいいから、どっちかというと除去かな。うん。即除去られてっていうのが多分一番きつそうなんで。さて、まあ、針はね、裏モグで飛ばすこともできるんで。うん。まあ、このターンに、ハンデス引かれない限りは、OK ですね。で、相手土地を置いたので、引いてないですね。さあ、これはさすがに、もう裏モグで GG でしょう。さあ、3点は入っていきますが、お、これは全力展開してきそうかな。はい。展開してくるのであれば、まあ、すべてお尻に打っていきますか。まあ、クロックがね、ちょっと、
でかいんで、裏モグ2枚目。なるほど。まあ、一旦、全チリ打っていきましょう。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12あるんで、まあ、全チリ打ってからの指輪までいきますね。さあ、相手のクリーチャーだけすべて除去っていくと。からの7点パンチ。で、プラスで、追加の指輪ですね。まあ次からは裏モグ連打もできるということで、まあさすがにかな、これは。はい、ここで投了と。オーケー。いや、いい試合でしたね。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。